人は食べるものでできている。そして食べるものを選ぶとき、人は本性を晒す。すべての皿が揃う夜。最終話。プロローグ。すべての席が埋まる夜。保証手続きの開始から1ヶ月後、エリカはある場所へ向かっていた。大分県中津市、中村宗介の食堂だった。黒川から連絡が来ていた。兄と宗介さんが和解した。2人で食堂に立っている。エリカさんに来てほしいと言っている、と。エリカは初めて招待される側としてその扉を開けた。第一章、揃った顔。食堂には見知った顔が並んでいた。鶴田正蔵、水島勝郎、黒川淳、そして中村宗介とその兄、そしてエリカが想像していなかった人物が一人いた。川上義雄だった。川上さん。と、エリカは思わず声を上げた。鶴田さんに聞きました。と、川上は静かに言った。エリカさんのおじいさまが私の店のことを最後まで気にしていたと。川上の目には恨みはなかった。ただ、長い年月を経た静けさがあった。エリカは頭を下げた。言葉が出なかった。顔を上げてください。と、川上は言った。今日は食べる日です。第2章、最後の晩餐。中村兄弟が厨房に立った。運ばれてきた皿を見て、エリカは息を飲んだ。一皿目、川上義雄の川魚を、宗介が出汁で仕立て直したお椀物。二皿目、鶴田の白いキャビアを、薄いくずで閉じた冷製の一品。三皿目、村瀬の人参とごぼうを炭火で焼いただけの皿。素材だけで勝負した一皿だった。四皿目、そして、タガメのソテイ、琥珀色のソースをまとい、白い磁器の上で静かに光っていた。黒川さんから聞きました。と、宗介は言った。エリカさんのおじいさまが東南アジアで研究していた食材だと。ずっと作ってみたかった。エリカはゆっくりと箸を取った。口に運んだ瞬間、目を閉じた。祖父の研究室の記憶がよみがえった。東南アジアの湿った空気、水槽の中で動く虫たち。これがな、エリカ。本当は香水になるんだ。と言いながら笑っていた祖父の顔。エリカは長い間、目を閉じたままでいた。おいしいですか？と、宗介が聞いた。はい。と、エリカは答えた。テーブルを囲む全員が静かにうなずいた。エピローグ、新しい皿。食事が終わりかけた頃、エリカは静かに口を開いた。皆さんにお願いがあります。全員の目が向いた。霧島グループの食品商社部門を正しい形で再建したいと思っています。川上さんの味を、鶴田さんの技術を、村瀬さんの野菜を、そして中村兄弟の料理を、本物だけを扱う会社にしたい。皆さんの力を貸してください。誰もすぐには答えなかった。川上が最初に口を開いた。やってみますか。鶴田が続いた。3年かけて育てたチョウザメがまだいますよ。宗介が兄と目を合わせ小さくうなずいた。黒川は黙って立ち上がり厨房へ向かった。しばらくして空だった5皿目が運ばれてきた。白い皿の上に何も盛られていなかった。これは？とエリカは聞いた。次に何を盛るかエリカさんが決めてください。と黒川は言った。エリカは空の皿を見つめた。やがて立ち上がり厨房の入り口に立った。中村兄に向かって言った。教えてもらえますか？一から。中村兄は何も言わず包丁を一本差し出した。全7話お付き合いいただきありがとうございました。祖父の罪を償おうとするエリカを優しく受け入れてくれた祖父を知る人たち、
気持ちが読めなかったエリカの表情に穏やかな笑みが生まれました。美食の感性、罠を仕掛けた者がたどり着いたのは誰かへの新たな制裁ではなく、過去と未来を象徴する晩餐の席でした。またいつか別の物語でお会いしましょう。ティーキップルームでした。